こんにちは。おはようございます。そしてこんにちは。そしてジェッタの夜空の下にいる私たちにとってはこんばんは。投稿証明とプレッシャーはここサウジアラビアグランプリでも健在です。今回は AI レベルを70に上げて挑戦です。ジェッタストリートサーキットのコース図を見てみましょう。ご覧の通りドライバーにとってはチャレンジングなコーナーが多く、今週末のプラクティスで各チームがどのような対策を練ってきたのかが気になるところです。そして多くのストリートサーキットと同様にドライバーのミスが即アクシデントにつながります。セーフティーカーの投入がないことを願いましょう。素晴らしい予選セッションの結果、今日のレースのスターティンググリッドは次のようになりました。今日のポールシッターはセルジオ・ペレス、2番手はシャルル・ルクレール。残りのグリッドも見ていくことにしましょう。サインツ、フェルスタッペン、ラッセル、ハミルトン、ドラゴン、フェルナ今ンド・ア回はロンソ、 7番手スタートです。ノリス、ストロール、ガスリー、角田、オコン、ボッタス、アルボン、オスカー・ピアストリ、ヒルケンベルグ、マグヌッセン、チョウ、コルディール、デフリース。今度はサージェントがコルディールと呼ばれています。毎回この2人がごっちゃになるようです。とりあえずポイントは稼げている。この調子で10位以内を狙うぞ。タイヤ交換は1回、6周目でソフトからミディアムの作戦です。それでは第2戦サウジアラビアスタートです。スタートはバッチリ決まりました。ジョージが大失敗。その代わりルイスがロケットスタート、一気に順位を上げています。ターン1と2で慎重になりすぎました。ジョージにパスされて8位にダウンです。上位勢はバッテリー全開で飛ばしているようです。ここで離されたら勝負権を失うので全開で食らいついていきます。バッテリー全開でも離れていきます。これがトップチームとの力の差でしょう。後ろはトレインで数珠つなぎ。ここは何としても抑えて前のメルセデスを追います。コーナーはこちらが優勢なので DRS が使えるまでに1秒以内に食らいつきます。前はフェルナンドとジョージがバトル、やり合っているうちに追いついてしまいましょう。怒涛のスタートダッシュも落ち着いてきたかな。バッテリーは 50% を切っています。少し改正して貯金しておかないと最後まで持ちません。スリップストリームに入れるところまでくっつけました。
用可能だ。前のマシンとの差が1秒以内なら DRS ゾーンで使用できる。了解。反撃開始です。トップはシャルル、チェコ、マックスと続きます。リアルと違ってフェラーリが速いですね。ここジェッタは高速サーキットですが、案外抜きどころがないです。ターン1が最大のパッシングポイントなので、そこに向けてレースを組み立てていきます。最終ターン27をうまく立ち上がってホームストレートで勝負です。ジョージがアウトから狙っているようです。ミディアムに変えるぞ。ホイールをぶつけながら激しいポジション争い。ここはフェルナンドが譲りません。ホームストレート、再びジョージが仕掛けます。ここはメルセデスがストレートで上回りました。ワークスの意地で6位に浮上。フェルナンドはペースが落ちてきたようです。タイヤはミディアム、コーナーでのグリップが良くないのでしょうか。ひろゆきにはチャンス。ターン1でのパッシングを狙っていきます。後ろのマシンとの差は 1.9 秒。最終コーナーを最速で立ち上がれるように、ここは少し距離を保っておきます。よし、ここで抜いてしまおう。オーバーテイクを使え。オーバーテイクを使うんだ。ジェフが無茶な要求をしてきますが禁止しましょう。少し減速させられましたが、オーバーテイクと DRS の加速で一気に並びます。素晴らしい走りだ。フェルナンド、アウトで粘りますが、ひろゆきがインを取りました。アウトで粘って再び並んできましたが、なんとか抑えて7位に浮上です。
現在6周目、ピットインの指示が出ました。ペースを上げてピット作業に備えます。ジョージのスリップストリームでペースが上がります。しかし壁に接触。スピードが上がっていてブレーキングポイントをミスしました。この隙を逃さずフェルナンドがアウトから並んできます。しかしなんとか振り切ってピットに入ります。ジョージとフェルナンドは次の週のピットインでしょうか。左フロントホイールの取り外しに問題があった。理想的とは言えないが構わずレースに集中しよう。タイヤを大事にしよう。これはもったいない。3秒後方にいたランスに逆転されました。16位でコース復帰。次の週で全車ピットインするので順位は改めて確認しましょう。インラップはミディアムタイヤのグリップを確かめながら慎重に行きます。ランスはそれほど速くなさそうです。アマウリーはピットだ。アマウリーはピットにいる。プッシュしろ。後ろのマシンと差をつけるんだ。2.6秒。全車ピット作業が終わって順位は9位。トップはシャルル、チェコ、マックスと続きます。ひろゆきの前方はランス、フェルナンドのアストンマーチン勢。その先はジョージ、カルロスとなっています。ぴったりと背後についてプレッシャーを与えていきます。DRS オープン、一気に差を縮めていきます。最終コーナーでアウトからかぶせていきます。立ち上がりのラインを塞がれたランスは加速が鈍りました。チームメイトに対するアドバンテージは 16.4 秒。そのままポジションキープでターン1を取ります。まずは1台をパス。
続いてフェルナンドを追い詰めていきましょう。フェルナンドはミディアムからハードの作戦のようです。残る燃料は5ラップ分だ。最終コーナーからの立ち上がりで並んでターン1のインを狙っていきます。そろそろエネルギーを利用するべきだ。オーバーテイクボタンをもっと使え。ここからバッテリー全開で加速勝負です。インをブロックしていますが、さらにインをこじ開けていきます。2台並んだままラインをクロスしてきますが、なんとかブロック。ひろゆきが前に出ます。7位に浮上。前を行くジョージまでは 2.5 秒あります。残りは3周。追いつけるようにプッシュです。リアルのサウジアラビアグランプリはレッドブルのワンツーで圧勝でした。チェコがトールトゥイン。ドライブシャフト挟んで予選15位スタートのマックスはレース折り返しで2位にまで浮上。その後チェコとパステストを取り合いながら激しいトップ争い。お互い譲る気配はなく、スプリントレースさながらのハイペースで他のチームを圧倒。3位に20秒の大差をつけての圧勝でした。3位はフェルナンド。スタートポジション違反で5秒のペナルティ、その消化違反でさらに10秒ペナルティを課せられて4位に後退。しかしチームからの再審請求でお咎めなし、3位に返り咲きとなりました。フェラーリは今回も苦戦を強いられました。予選はそこそこいいのですが、レースになるとタイヤコンパウンドによって急にペースが悪くなるようで6位、7位といまいちな結果でした。残る燃料は3ラップ分くらいだ。勇気は必死の走りで残り4周まで10位を死守していたのですが、惜しくもケビンにかわされて11位に終わりました。マシンに追いついてきたな。だがこのタイヤで最後まで走ることを忘れるな。タイヤのデグラデーションは 18% ほど、グリップの低下は感じません。バッテリーは 52%、最後のペースアップに温存しておきましょう。ジョージまで 1.2 秒に迫ってきました。 DRS が使える1秒以内を目指します。
とか DRS が使えます。ここで一気に差を詰めたいところ。しかしなかなか差が縮まりません。さあ行こう、ファイナルラップだ。ぴったり後ろまでつけましたが、パスできるまでは至らず、ジョージもペースを上げて引き離しにかかります。この区間が全然ついていけません。再び差を広げられます。残る燃料は DRS 範囲1ラッにプ分だけだ。入れません。バッテリーも全開ですが離されてしまいます。さすがはメルセデス、パワーが違います。最後のストレートに望みをかけてバッテリーを少しだけ残しておきます。しかし届きません。レース終了だ。パルクフェルメだよ。 7位でフィニッシュです。勝者はまたしてもフェラーリ。今日のパフォーマンスは素晴らしいものでした。フェラーリはレースでやるべきことを熟知していますね。ではここでドライバーズランキングを見てみましょう。本日の目覚ましい結果によってシャルル・ルクレールはチャンピオンシップの首位に立ちました。さあ聞かせてください。今日のドライバー・オブ・ザ・デーには誰を推しますか？いつもならレース中に素晴らしいパフォーマンスを見せたドライバーを選ぶんですが、今回はマックス・フェルスタッペンがレースの最初から最後まで一貫して見せた堅実でクリーンなドライビングに惹かれましたね。ではコンストラクターズチャンピオンシップがどうなったのかを見てみましょう。それでは次戦オーストラリアでお会いしましょう。今日はメルセデスが躍進し大幅にランキングをアップさせました。今回は激しい展開のウィークエンドでした。次回のグランプリが待ちきれません。